パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。50歳を超える年代で肩の筋肉、三角筋をつけるというのは正直言うと大胸筋をつけるよりも目立つ筋肉であるということ。それから筋トレやってるね、かっこいい体してるねっていうふうに言われやすい場所ではあります。T シャツを着ていても Y シャツを着ていてもその肩というのは分かるところなので、ここはしっかり鍛えておきたいところなんですね。で、この三角筋をぽっこりくっきり盛り上げるためには、どのエクササイズが一番いいかというと、やっぱりサイドレーズなんですね。サイドレーズ。で、このサイドレーズをやっていくときに、それはね、腕をこうやって上げてダンベルを上げればいいんだね、というふうに思われますが、ただただそれだけでは、ぽっこりくっきりと盛り上がったような三角筋にはならないんですね。もちろんサイドレーズでやっちゃいけないことというのは、ダンベルだけを上げるようなこういうサイドレーズ。それから、体を振るだけのこういう脊柱起立筋で上げるようなサイドレーズ。もしくはこの僧帽筋ですね。僧帽筋を締めるようなサイドレーズをやっていくと、全然三角筋の運動にはならないので、こういうサイドレーズはもうなしですね。では、どういうふうにやっていくかというと、今最初に言ったように、サイドレーズというと、腕を横に上げて下ろしていく。というふうに、まずイメージが浮かぶと思うんですけども、腕から入ったら間違いです。腕から入らないです。足から入ります。足元から入ります。もう何でも足元は大事です。人生すべてにおいて足元が大事です。足元をしっかり固めたいところです。足から入っていきます。今日はね、もう足元からきっちりと全てに至るまで、究極に三角筋に効かせるサイドレーズというのを説明していきますね。全てのポイントを全部押さえてほしいので、最後まで聞いてください。で、まずね、足元からやっていきたいんですけど、この足元のことを考えていない人は多いと思うんですよ。ダンベルを上げること、腕を上げることだけを考えていることが多いので、足元もね、しっかり考えてほしいんですね。で、この足、どういう風に立つか、重心をどこに持っていくかなんですけど、これ今普通に立ってる状態。足幅っていうのはほどほどに20センチぐらいかな、間を広げて立ちますけれども、重心をどこに持っていくかというと、今これ僕は普通にまっすぐ立っている状態。まっすぐ立っているところよりも、重心を1センチぐらい後ろにずらします。重心を1センチ後ろにずらす。つまり、今ね、くるぶしの真下、あるいはかかとのあたりに一番重心がかかっている状態。つま先は床についてますが、つま先にこう重心が乗っている状態ではないということ。後ろの方に重心を1センチずらしてかかとを踏んでいるという状態ですね。まずはそこを踏むということ。絶対に最初から最後までこのかかとを踏んでます。かかと重心です。で、そのために今ね、後ろに移動しましたね。このすね、膝、太もも、お尻。このあたり全部を1センチ後ろにずらします。後ろにずらすことでかかと重心にしていく。運動中はずっとこのままです。これね、サイドレーズやってる時に結構ね、こう膝が曲がっちゃう人いるんですよ、膝が。膝が曲がってしまうと、もちろん重心は前に行く。そしてこれが前に逃げる分、上半身は後ろに逃げますよね。で、こういったような、またこれもね、腰とか反動を使うサイドレーズになるので、もうこういう揺れを使わない。そのために膝を1センチ後ろ、全然曲げる必要ないです。すね、膝、太もも、お尻、1センチ後ろです。それで重心をかかとに持っていくということ。そしてここまで来たら今度胴体になります。はい。腕にはまだ行きません。胴体です。今重心を後ろに引きましたが、これは決してやってる最中にこう、でっちりのこういう状態じゃないです。これって重心は後ろに行ってるけど、お腹の力抜けてる状態ですよ。お腹の力がとにかく抜けないようにしたいです。ちょっとお腹触ってみてください。腹筋、あるいは肋骨に触ってみてください。これを中に入れるような感じ。中に入れる。腹筋のクランチありますね。クランチでこう中に入れる感じ。それと同じような感じで中に入れるんですね。実際に肋骨を少し中に入れてみる。これほんと1センチぐらいですけど、これも中に入れてみる。この感じのままでいきたいんですよ。下半身も1センチ後ろ。で、これをちょっと中に入れた状態。つまり、このあたり、背中腰のこのあたりが少し丸まるような感覚です。このぐらい、最初はまずやってみてください。あえてこのぐらいちょっとやってみる。この状態でやっていくんですね。これなぜ腹筋を中に入れていくかというと、ダンベルというのは重いですね。自分が10回、12回しかできない重さでやるので重いです。これをまっすぐのままでいいから、じゃあここで維持すればいいんだなという感覚でやってると、だいたいお腹が前に行って、背中を反る、腰を反るという、こういう感じになっちゃう。で、これまた脊柱起立筋、あるいは僧帽筋を縮めるサイドレーズになってくるので、そうすると三角筋ではない。とにかく、後ろにのけずるとか、後ろを縮めるという風になりたくなるので、この力に負けないために中に押し込む力は必要なんですね。何も持ってなければこういう感じ。何も持ってなければこういう感じ。こんな感じ。息を吐くことで腹筋を中に入れる。息を吐く、吸う、吐く、吸う、吐くことで中にギュッと締めていくんですね。実際肋骨が締まります。肋骨を締めて中に入れます。そんな感じで持っていなければ1センチぐらい後ろに下がるような感覚でサイドレーズをやっていく。そのくらい力を入れて中に締めていくことで、ようやく体が動かないというポジションを維持できるんですね。わかります？
この重さがこっちに引っ張っちゃうから、それに負けないために1センチ中に入れる力が必要。それでようやく止まっていられるということなんですよ。筋トレというのはその止まってる状態でもなく、動いた時にどういう風に力がかかっていくか、それを考えてその反対の力を入れていく必要がある。それによってようやく静止できるということ。それが今回の場合には、この腹筋を1センチ中に入れる重心が後ろというところなんですね。まずはこの胴体のところをしっかり固めていくということ。これが大事です。そうするとようやく肩回りになってくるんですけど、今は腹筋をちょっと中に入れる感じと言いました。そうすると少しね、猫背になるんですよ。少しね、猫背になるんです。猫背でいいです。肩甲骨をあえてね、ちょっと広げる。こんな感じ。そう、少し悪い姿勢です。肩甲骨を少し広げるのは、これ悪い姿勢です。すべて1センチ後ろ、腹筋も少し中に入る。そうすると、肩甲骨が開く感じ。肩甲骨を開いたままでサイドレーズをやっていく。これがミソです。そうでなければ、大体の人が僧帽筋が一緒に縮んでしまうサイドレーズをやっていくんですね。そうなると、要は三角筋を使う度合いが弱いので、三角筋がギュッと縮まる感覚、そして降りる時に三角筋を使う感覚というのはなくなってくるんですよ。今、あえて肩甲骨を開いた形でやって、僧帽筋を一切入れない。今、僧帽筋、肩甲骨動いてないですね。これを締めたこういう形でやらないということね。それは三角筋に対してごまかしているということになるから。ごまかさないで三角筋だけを使っていく。で、三角筋も三角筋チューブをとにかくしっかり使っていきたいんですね。これが僧帽筋を使いながら斜め後ろに行ってる場合には三角筋の後ろ側になってくるわけ。で、三角筋の後ろ側を鍛えるからこれでいいんだよっていう考えがあるかもしれないですが、それはそれで全然別な種目をやっていくんですよ。今はぽっこりと盛り上げる三角筋を作りたいので、とにかく正面から見た時のここの真横。この真横を使いたいので、もう三角筋チューブもチューブ、このど真ん中をしっかり刺激したいんですね。なので、体がのけぞるとか、腕が後ろに行くようなサイドレーズをしない。三角筋チューブをしっかり使えるように、あえて肩甲骨を開いて、この角度でやっていく。で、そうすると腕の位置が決まってきます。今、肩を開きました。で、そうすると腕って少し前なんですよ。一般的に腕を真横というふうに思われてますが、真横でなんです。これね、真横でやると、僧帽筋また使うんです。かなり使います。持ってなければ使ってないけど、ダンベル持つと相当使うんですよ。だからそれを避けたい。正しいポジションとしては、これ今真横ですね、真横。真横。真横から10度前。真横より肘が10度前。ここになります。で、さらに肘を10度曲げる。こんな感じ。肘が10度前。肘を10度曲げる。こういう感じ。上から見るとこういう感じですよ。これ真横じゃないですか。真横。真横から10度前。そして肘を10度曲げる。こんな感じ。ここでやってるんですよ。こういう感じで。そういうふうにやっていくと三角筋の真ん中にビシッと効いてくるということですね。この角度はすごい大事です。それをダンベルを持ってもその角度でやっていきたいんですけど、ダンベルを持つとなんか上がらなくなってこうなっちゃうんですけど、それは重さの調整をしてください。いきなり最初から重い重さをこの角度で正しくできるということはないので、自分がこのね、今の10度前、10度曲げたこのポジションでできる重さに設定をしてください。ここを間違えて重さを飛び越してやってしまうと、もう全部すぐにこっちになっちゃうね。何も変わらないです。なので、この重さの設定も大事ですね。で、そうしたら今度手のひらになります。グリップをですね、手のひらでべったり握ります。指先だけで握らない。握らないのもだし。結構ね、このね、小指薬指力抜けてる人がいるんですけど、手のひらでべったり握って、かつ、重要なのはこの小指と薬指で強く握るということ。小指と薬指で強く握って、握った力で引き上げるんですよ。端の2本で握って引き上げる。これが大事。どっちかというと、この人差し指と中指というのは、あまり力を入れないです。端っこの2本で握って引っ張る。握って引き上げる。という感じですね。その小指と薬指握って引き上げると、三角筋ってめちゃくちゃ収縮するんですよ。これがなければちょっと緩いんですよ。握って引き上げるということ。そして最終的にダンベルがどういう風になるかですね。今の小指と薬指で握って引き上げるとここになります。これ、なんとなく、普通に見えますが、ダンベル今こう縦じゃないですか。縦から、ここ、肘も10度曲がったとこね、になります。で、これがね、ダンベル結構縦になる人いるんですよ、縦に。縦になると、これは全然この三角筋の真ん中を収縮する感覚がないです。これを、こう、上から見ると、こうじゃなくて、横に向けるような感じ。天井から見ると、横に向けるような感じ。まるっきりね、真横になる必要はないですが、こっちに向けるように、小指薬指で握ってかつ、ここに持ってくる。こうならないでこっちです。握るけど小指薬指で引き上げればこっちに行きます。この角度で来ると、三角筋チューブがギュッ
と痛いぐらい詰まります。入ります。それでダンベル縦ではなく上から見たら横になるような角度に持っていく努力をしてください。まず今のをまとめると、重心が後ろ、ここも中、そして息を吐きながら肋骨を締めるように上げていく。そしてダンベルが横に近い形に持っていく。必ず息を吐き切っておろそぎに吸って、吐き切っておろそぎに吸って、呼吸を間違えないということ。結構ね、腹筋が弱い人は呼吸を間違えます。呼吸を間違えて、上げるときに吐けなくて、ってやると、今みたいにトップから力が抜けた状態になるので、絶対に力が抜けないように、吐き切って収縮があって、そこからゆっくり息を吸いながら、トップの直後はもう息を吸ってくるというところですね。このタイミングは間違いない。そして最終的にスピード、タイミングです。足元から全部体を押さえながら小指薬指を握って引き上げるというのを少しだけ強めにいきます。ギュッと強め。で、トップでは一瞬だけギュッと入ればいいです。ここをすごく長くキープして下ろす必要はないです。すごく長くキープしようと思うと、ダンベルね、重いの全然上がらないです。重いのを持ち上げるのが目的ではないんですが、すごく軽くしなきゃいけなくなっちゃうんで、すごく軽くすると、また三角筋が大きくなるんです。ここのバランスですね。正しく使うけれども、軽すぎないということ。なので、息を吐いて腹筋を締めて、三角筋をギュッと入れますが、一周入った。ゆっくり。一周入った。ゆっくり。もちろんバウンドするわけじゃなく、一瞬入ったのを確認して、ね、バウンドはしてない。ダンベルが上に飛んでしまう感じにならないんですが、一瞬入った。ゆっくり。一瞬入った。1、2、3。止まった。1、2、3。止まった。1、2、3。頭の中で3カウント数えてください。これでやると、すっごいきついです。すっごいきついんですけど、それによって三角筋が大きくなってきます。そして基本的には、今言ったフォームのままで10回できる重さにしてください。これを重くしてしまうと必ず早めに崩れてしまう。10回できるところ。10回できるところまで行って、最後2回ぐらい、ちょっときつかったな、終わりみたいな感じ。だから10回まではきっちりやる。最後の2回はもしかしたら崩れるかもしれない。だからその崩れることを前提に10回まではちゃんと正しくやる。これを10回終わりでその前の2、3回崩れるというふうにしてしまうと結局7回しか正しく上げてないわけですね。それだと少ないところ。10回正しく上げてその後2回ちょっと崩れてしまうならいいかというところですね。でもそこは大事。このレベルでやっていかなければ乱れすぎて三角形は変わらないです。ここまでのサイドレーズのフォーム大丈夫でしょうか？一つ一つ全部押さえて正しくやってください。そしてまた重要なのがセット数になりますね。セット数はサイドレーズは3セットであるとしたら、その後ショルダープレスを3セットはやってください。合わせて6セットになりますね。そのぐらいは必要になります。時間がある人はもうちょっとね、セット数を増やしてもいいですけども、最低でもサイドレーズが3セット、ショルダープレスが3セット。で、サイドレーズを先にやってからショルダープレスをやっていくというふうにやった方が、50歳以上の場合には怪我のリスクが少ないです。非常に少ないです。それからすでに三角筋が疲れているところでショルダープレスをやっていくというのは上腕三頭筋でも押すことができるので、よりね三角筋を追い込んでいくことができるということなので、基本的にはもう50歳以上だったらもうこの順番だった方が僕はいいと思いますので、この順番を進めます。結構細かいところまで説明しましたが、この一つ一つが大事で、これが1ピース、2ピース抜けてしまうと、もう負荷がどんどん逃げてしまうんですね。そのピースが抜ける分だけどんどんね、負荷が逃げていきます。で、そういう風にならないように、今日説明したポイントは全部押さえながら、サイドレーズをやってみてください。はい。もう一回ね、ちょっと頭にね、叩き込んでほしいので、もう一回見直しながら、フォームチェックをね、実際やりながら実践してみてください。これを身につければ、かなり三角形が変わってきます。頑張りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってます。フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。